放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第58話、刻印の選択肢。だが、それは単なる力ではなかった。脳裏に、刻印の意味がなだれ込むように押し寄せてくる。黎明のしるべ印、特性点に共鳴。刻印を媒介に、敵や空間の魔力構造を書く換える。特性解縫い解縫い、過去と現在。次元の裂け目を剥ぎ合わし、望む状態に縫い直す。特性しるべ行動項、存在の記憶魔力パターンを刻印。そのエネルギーを還流し、持ち主に返す。これが進化した刻印。身体の奥底からまるで別人格のような石が立ち上がり、ユーマの手足に無限の力をつぎ込む。転じろ。一歩踏み込むと、足元の看板が金色の文様に覆われ、ガルドの触手が一瞬で凍りついた。何？ガルドが笑いかけて声を失う。手に共鳴が発動。ガルドと門の魔力構造をつかみ、書く換えを開始していた。背中から伸びる闇の供給線が一本また一本と金色に染まる。お前も門もこれでも血済みだ。セレスの目が限界まで見開かれた。しるべ天そのものを進化させたっていうのをリーナが震える声で続く。そんなことありえるのをガルドが狂ったように暴れる。やめろー。だが触手は金色に輝きながらちぎれ、門の渦が音を立て押し上げて歪んだ。しるべ印から導かれた金子が触手を駆け巡り、黒い魔力感を次々と塗り替えていった。止まれ。叫んだ瞬間、門の魔力供給が凍りついたように静止した。看板が海鳴りのように揺れ、ガルドの身体から黒い蒸気が吹き出す。まだ終わらぬ。その声はもはや鳩の声の形をしていない。ガルドは方向を上げ、背中の正気が破裂した。我が門は我が身は貴様になど書く換えられぬ。しかししるべ印から伸びる螺旋状の弧が空間の座標そのものをねじ曲げ、魔力供給を細かく断ち切っていった。門の渦は青白く染まり、逆流する滝のようにバルドの聖水戻されていく。なら返してやるよお前の力も門も全部な。つぶやくと同時に金子が渦の中心を貫き、門の輪郭が震え、船の底から響くような轟音が突き上げた。刻印の境縫いが始まっていた。過去から続いた解放の儀式そのものを別の結果へ縫い替える。ガルドは苦悶の叫びを上げ、残る触手も次々と金色に硬化し、砕け散っていった。やめろー。ありえん。こんなできるんだよ俺には。ユーマが静かにつぶやくと、明かりがさらに強まった。魚体が門の中心へ押し戻される。ガルドの絶叫が途切れ、触手とともに闇へ吸い込まれていった。だがそれで終わりではなかった。門の奥から今まで感じたことのない圧力が漏れ出してくる。まだ何かがドクンドクン。巨大な心臓が向こう側で目覚めたかのように刻印が腕を焼き警告する。ガルドはもういない。だが門は閉じるどころか裏返ろうとしている。終わりじゃないのをセレスがつぶやく。ユーマ。リーナの声が震える。ユーマは剣を握りしめ、血の味を噛みしめながら門を見つめた。しるべ印の明かりはさらに強まり、腕から胸、そして首筋へと広がっていく。なんだ門が刻印が、金光が看板を満たした瞬間、潮の匂いが一気に消えた。世界が光に埋まり、世界に無数の魔術式が浮かび上がる。刻印が彼に選択肢を見せていた。門を閉じるか、それとも渡るか、俺に選べと。その時門の中心が破裂音を立てて開き、まばゆい光が吹き出した。ツン。世界が脈動する。刻印が誘ってる。セレスが息を飲む。ユーマは膝をつき、震える両手を光の中へ
昭和な異界と異界の接合点そのもの。イーナの直感が叫ぶ。いや、言っちゃダメ。お願い。刻印が最後の熱を放つ。まるで選べと迫るように、都市の輪郭がより鮮明になる。横断歩道を埋め尽くす人並み。濡れたアスファルトに反射するネオン。路地に並ぶ日本語の看板。息を飲むほど懐かしい光景が遠い幻のように揺らめいていた。日本、帰れるのか。胸がぎゅっと縮む。かつて失ったすべて、家族、友達、日常。だが別の声が沈黙を破る。でもそれでいいのか。イーナの涙。セレスの静かな覚悟。この世界で出会ったかけがえのない者たち。俺が帰ったらあいつらはどうなる。彼の選択一つでこの世界の未来が決まるのかもしれない。セレスとリーナはもはや言葉を失っていた。震える少年の背中をただ見守ることしかできなかった。